佐々木勇気八段の研究。渡辺明九段との A 級順位戦初戦、藤井聡太七冠の分析、将棋 AI とトップ棋士。7月7日金曜日、藤井聡太七冠と佐々木大地七段による王位戦第1日目の対局が進行する中、その一方で、共に小学4年生の時に小学生名人を獲得している早熟の天才同士である渡辺明九段と佐々木勇気八段が A 級順位戦初戦を相交えた。順位戦対局は深夜に及び、終局は7月8日土曜日1時前という熱戦となった。アベマトーナメントで、チーム渡辺のチームメイトであり、番外での親交も知られる渡辺九段と佐々木勇気八段。将棋世界2023年6月号において、佐々木勇気八段は、精度を上げ、A 級を戦い抜く、というタイトル記事で昇級後の対局への決意、藤井将棋の分析と自身との差などを率直に語っている。ここでのインタビューの通り、これまでの攻め将棋から受けを意識した丁寧な指し回しを体現した A 級順位戦初戦となったことが印象的である。そこで、佐々木勇気八段に注目し、アベマトーナメント、予選 E リーグ、チーム渡辺とチーム千田戦の放送に先立ち、佐々木八段の終局後のインタビューと、将棋世界の取材記事を抜粋した動画を配信します。知りたい学びたいを満たす教養講座、資格取得のくべるナレッジアカデミー。終局後インタビュー。A 級順位戦の初戦を白星スタートで飾ったことについて、大変な試合だったなっていうのが感想で、できれば日付を超えるぐらいまでは指したいなっていうのは目標であったんですけど、今日は終局は何時ですかね。12時57分ですね。久々にこれぐらい遅い時間までやって、ただそうですね、これぐらいまで将棋指すと充実感もありますかね。勝利という結果について、いや多分負けたら相当どっと疲れてたんだろうなっていうのはあって、勝ったからなんとか生きてますけど、はい、そうですね。ただちょっとこちらの準備していた研究が早めに切れてしまったので、ちょっとそこは課題かなと思いますね。ポイントとなった局面。自分なりにうまくさせたかなって思ったところが、夕食休憩明けからあったんですけど、自分の中では勝ち筋かなと思ったようなぐらいのところで、再度4号桂と打たれたとこですかね。そこで残り1時間を切った中で、かなり長考になったんですけど、はい。でもちょっと、自分の形勢判断がちょっと甘くて、決めて勝てればと思ったんですけど、全然勝ち筋が見えなくて、そこで5一角と引いたんですけど、それが多分良くなくて、ですから最善をさせるようにしたい。やっぱり勝ち筋が見つけられないというかなり苦しい兆候はありました。形勢判断がいいと思って進めていたので、あそこで修正して粘りに行ったんですけど、良くなかったですね。だから形勢がいいと思ったのは合っているんですけど、具体的な手順が見えてなかったというところが課題です。局面が進み、勝利を意識したのは、いや、いろいろありすぎて全然勝ったなと思った局面がなかったです。いや、わかんなかったです。本当に最後のあたり。そうですね、やっぱりこの時間になると、やっぱり読みがあんまりちゃんとできてない気もするので、ちゃんとできる方がおかしいのかもしれないんですけど、そこをなんとかしたいなと思うんです。多分、本譜もいろいろ間違っていると思うので。次戦に向けた抱負は、そうですね。まあ昇級してから4ヶ月ぐらい経ったんですけど、ちょっとあっという間で、そうですね。今日迎える時も、もう少し研究を詰めておきたかったなってのがあったので、そうですね。今日も大変な試合でしたし、ただ、収穫はかなり大きなものだったと思うので、次戦以降に活かせるようにしたいなと思います。渡辺九段との対局が6年ぶりということについて、久しぶりになりますね。私は全然勝ってなかったんで。そうですね。後手番っていうこともあったので、何かいい勝負にできるかどうかっていうのに不安で今日を迎えたんですけど、そうですね。時間の使い方ややっぱり作戦とかを含めて、かなり勉強になるところが多かったですし、今日の対局は、渡辺先生がよくやってる形なんですけれど、そうですね。うまく指されてしまったような気がするので、そうですね。自分に足りないところもあったかなと思います。最後に、今日の対局ですが、新聞解説があると聞いていた時は違う方だったので、はい。いや、
なんか急に岡部っぽい声が聞こえてきてびっくりしたんですね。はい。私は今日、違う人だと思ってたのでちょっとびっくりした。本当にびっくりしたんですよ。ついに時間が遅くなっておかしくなったかと思いました。笑い。本日7月8日土曜日アベマトーナメントで、チーム渡辺九段、佐々木八段、岡部四段のチームが登場する予定である。最後に、最近もう終盤がよくわかんなくなる将棋が多いんで、スカッと勝ち切りたいんですけど、きっと師匠、石田九段とかも大変なんじゃないかなと。今日かな、王位戦の方に行かれていますよね。なんかもう、あちらで検討している姿が想像できるんですけど、また心配かけてしまったなと思って、笑い。将棋世界インタビュー再録の抜粋。自身の棋風について、よく、攻め将棋だと言われるんですけど、自分では一直線の変化に飛び込むよりはごちゃごちゃした戦いの方が好みです。でも、手堅くいくよりはギリギリのところを見切ってかつ順に行きがちですね。自分の読みをついつい信じちゃうので、そこで何かが落ちていると大きなポカにつながります。最近は、攻め将棋というのは裏を返すと受けの部分が弱いということかなとも思い至って、丁寧な指し回しも意識しています。この数年で、次の一手、みたいな派手な手は指さなくなった気がします。割と着実な指し手を選ぶケースが増えました。棋風が少し変わったとすれば、年齢とともに考えるのが好きになってきたのかもしれない。前はポンポン早指しでしたけれど。棋士人生の岐路について、一つの分岐点だったと思うのは、藤井聡太さんの連勝を29で止めた2017年の竜王戦ですね。その将棋そのものではなく、終わった後のことです。終了後の数日間にいろいろな方面から取材や依頼が来たんですが、ほとんど断ってしまいました。少し日が経って思ったんですが、あの時精力的にテレビに出ていたり、雑誌のインタビューなんかも喜んで受けていたりしていたら、それはそれで私もきっと楽しかったと思うんです。コメンテーター的な仕事が増えて、テレビなどでもそういうポジションでの出演が注目されていたかもしれない。でも、私はその時描いていた、対局に一途な棋士像を大事にしようと思いました。あの頃から6年の月日が過ぎましたが、そっちのコースを選んでいたら、今の自分はないはずです。人生の岐路のどっちを選ぶのが良いのか、そして良かったのかは、時間が経ってみないとわからなかったり、時間が過ぎても結局のところわからなかったりするんだと思います。もう一つ、あの藤井戦が終わってから、私は一冊の定石書を書き始めました。横太りの6八玉型を解説した横太り結城流朝川書房館という本なんですが、執筆には3年間かかりました。かなりの労力をつぎ込んだんですけれど、それが自分の人生にとってどうだったのかは、これもわかりません。あそこでもっと将棋に打ち込んでいればよかったんじゃないか、と思う時もありますけれど、今となってはもう二度と執筆に夢中になることがないのは明らかなので、貴重な経験だった気もします。私はだいぶ前から、棋士になってやりたかったことの一つが、何かちゃんとした戦術書を出すことでした。20代前半の大事な時期に時間はかかりましたけど、その点で心残りはなくなりました。完成できてよかったです。藤井戦の連勝を止めた後、マスコミの仕事は断る一方で、本作りにだけは、黙々と取り組みました。そうしてたどり着いたところに現在の私がいます。大事なのは才能なのか努力なのか。いや、難しいな。でも大事なのは、その二つだけでもないような気がします。いかに自分を律することができるかというのも大きいんじゃないでしょうか。毎日、淡々と目標に向かって過ごしている人は強いですよね。私が理想とする到達点でもありますけど、それは、才能なのか努力なのか、どっちとも違う気もします。自然のままに自分を律しきれる領域に、すでに若くして達しているのが藤井さんだということなんじゃないでしょうか。それはまた、将棋がそれだけ好きだということの表れなんでしょう。AI、藤井七冠、自身。最近の藤井さんは角換わりの定石なんかも、ますます充実して網羅できている感じがします。少し前は藤井さんの目新しい指し手であっても、こちらも水面下では研究していた、というものがほとんどだったんですけど、今は藤井さんの定石の幅が広がって、見たこともない手がどんどん出てきている印象です。自力で藤井さんが上回っている上に、そもそものバックボーンに差があっては厳しいです。相手がどんな戦型で、どんな指し方をとっても、
藤井さんは自分の研究を進めて定石を拡大して対応できる。相手に合わせる必要がない。しかも藤井さんは理解が早いので、素早く前に突き進めるんです。環境プラス実力で頂点に立つ藤井さんに勝つのは大変です。今後、トップレベルの争いは技術的にどのように進んでいくと思うか。AI は将来的にはもっと強くなると思います。だから棋士の技術も上がっていくはずです。それまで互角と言われた局面がそうでなくなると、そこでの評価値は意味がなくなります。もっとも振り飛車のように、目先を変えて散らして使うと、有効な作戦は存続するのかもしれません。相居飛車では、特定の変化で戦術的にうまく散らすことができても、すぐにデータとして残って研究されてしまうので、何回も使えないのがネックですが、振り飛車は戦法自体、散らすのに適していますから、私も指したいと思っています。1年間に40、50局の公式戦を指さなくてはならず、居飛車の戦型でもまだ開拓しきれていない分野があるので、そこが整ってからになるんでしょうけど、いつかは独特のコツを得得したいです。かなり進んだ局面で見えない手がある場合に、こちらは現時点での指し手の選択を間違えてしまう、ということですね。そこが私と藤井さんの間に横たわる、埋まらない溝で、それをどう克服するかが難題だということです。結局は終盤力を上げるしかないってこと、なんでしょうか。どちらが最善手を指し続けられるかという戦いになった時に、ミスを出さない強さを身につけるしかないんでしょうか。ちなみに藤井さんとの差というのは、実際に盤を挟まないとわかりません。例えばタイトル戦の藤井なんとか戦を AI で分析しながらずっと見ていても、藤井さんがどれだけ強いのかとか、自分と何が違うのかとかは絶対に理解できないと思います。対局者と傍観者では全く違いますから、対局者として向かい合って深く読み合わないとダメですね。負けた時のダメージも込みですけれど、笑い。藤井さんと当たった時、相手は絶対にミスをしないと先入観で思い込んじゃうのも、こっちの手が伸びなくなって危険です。対藤井戦では、藤井さんにしか使わないとっておきの研究手、しかもこちらが今までに指したデータが残っていないような手をぶつけるのが必須なのかもしれません。その手を温め続けて他の人との対局では使わないというのは根気が必要だし、そういう卑屈な出し惜しみは虚しいですけれど、笑い。師匠について。弟子たちの将棋をいつも中継で見て、温かい視線を注いでくださいます。勝ち将棋を落としたりすると、時には自分以上に悲しんでくれます。個人的には少しでもいい将棋を指して、心配をかけさせたくないと思っています。師匠の昔話を聞くのも楽しいひとときです。今後の佐々木勇気八段の躍進に注目したい。